もっと知りたいベリーダンス。今回のテーマはこちらです。朝から深夜までイベント三昧。エジプトのフェスティバルは体力勝負前編。最近 SNS 上では初エジプト、久しぶりの海外の投稿が急増中。気になる海外のベリーダンスフェスティバルってどんな雰囲気？準備しておくといいものは？エジプトはじめ海外フェスの経験豊富なチリにフェスを満喫する秘訣を教えてもらいました。フェスはダンサーとして人として成長できる場。2013年フリーランスになって以来、敬愛する海外ティーチャーたちに学ぶべく毎年コロナ禍の渡航制限があった2年間以外、エジプト&韓国はじめとする海外のフェスティバルに通っています。まさしく海外フェスティバルがダンサーとしての私を育ててくれたという感じ。振り付けや踊り方だけでなく、フェスを通して肉体的にも精神的にもだいぶ鍛えられたように思います。例えばフェスのワークショップでは、気合の入った最前列がクラスを引っ張るという暗黙のルールがあります。先生が踊らないときは後列グループは最前列を見て踊るから、最前列にいる人たちは振り付けを覚えなければと必死。私も何度も通ううちに振り入れが早くなり、今は最前列に参戦しているのですが、場所取りのために置いておいた私物を蹴飛ばされたり、クラス中と疲れたり、最前列はまさにファイティング。最終的には次の振りなんだっけと助け合ったりもするんですけどね。怖い、私には無理と感じる方も多いかもしれませんが、わざわざ仕事を休んで高いお金と時間を費やして参加しているのだから、遠慮してる余裕なんて私にはありません。そもそもダンス以前に、海外では自己主張は一人前の大人としては当たり前のこと。日本人はおとなしいからご利用しすれば OK と認識が根付いては、次に来る人たちのためにもならないと思い、海外では意識的に自分の考えを伝えたり、理不尽なことにはしっかり起こるように心がけています。そのせいでしょうか、最初の頃は英語もろくに話せませんでしたが、気づいたらダンスと喧嘩に必要な英語はスラスラ口から出るようになっていました。体力第一。フェスは1週間のマラソン。私が毎年2回定期参加しているランダカメル主催のフェスティバル、ラクスオブコース、通称夏フェス。ランダカメルオブコース冬インテンシブの1日はこんな感じです。朝7時、ホテルのブッフェで朝食。昼間、ワークショップ受講、1日 2,3 コマ。夕方、部屋に戻って夕食&ヘアメイク準備。20時頃から深夜2時過ぎ、マスターティーチャーのパフォーマンス柄、コンペ、オープンステージパフォーマンスなど、ほぼ毎晩パーティーが行われます。これが毎日続くのだから、体力的にはかなりハード。私は強化合宿、1週間続くマラソンと呼んでいます。だから移動の手間がかからない、会場と宿泊先のホテルが一体になった WS プラスホテル宿泊&食事付きのパッケージプランを利用する参加者がほとんど。プロフェッショナルアマチュアなどは一切関係なく、 WS に小観覧に自身のパフォーマンスに会場内のバザールに、丸1週間ベリーダンスにどっぷり浸かる時間を過ごします。ワークショップの大敵、体調をキープするための対策は入念に。フェスも3日目4日目になると、やはり疲れから体調を崩す人が増えてきます。特に参加者の多くを悩ませるのが腹痛と咳。まず腹痛ですが、不思議なことに日本の薬はまず効きません。薬局で売っているエジプト製の薬
フェス主催者からいただける場合もあります。を飲めば人によって1日から3日前後で収まるのですが、それでもかなりの体力を消耗してしまう。エジプトではリスクの高い生野菜や氷は注意して口にしない、もしくは新鮮さを確かめることをお勧めします。参考までに持っていると安心なエジプト製の薬をご紹介しますね。左上から時計回りにエリカ、虫刺されかゆみ止め、アンティナル、下痢、腹痛、ストレプシルス、咳と喉痛み。またワークショップやパーティー会場、エジプトの夏の冷房は極寒なので体感18度以下。食べ物ではなく内臓の冷えからお腹を壊すことも。私はストロー付きのステンレス水筒を用意し、部屋備え付けの湯沸かしポットでミネラルウォーターを沸かして温かい飲み物を作ってワークショップ会場に持参しています。もともと気管支が弱い人は咳にも注意が必要です。エジプトではそもそも砂ぼこりが多い上にディーゼルの規制がないため高化学スモッグは当たり前。タクシーで高速道路を走る際はマスクをしておくといいかもしれません。また部屋の空調も怪しい。フィルターのカビのでこまめな換気、エジプト製の喉薬、メイドインジャパンの喉ケアグッズ、喉ヌールマスク、喉スプレーはマストアイテム。私の経験ではエジプトの誇りには戦うマヌカハニーという喉飴が一番よく効くと思います。とはいえ根本的な対策としては基礎的な体力、筋力を上げておくしかありません。最近エジプトを初体験、元気に帰国した生徒さん2人はビオフェルミンやヤクルト等の乳酸菌飲料を毎日摂る。渡航1ヶ月前から腸内環境を整えるように準備していただきました。実は私も日々のトレーニングのおかげもあり、ハードスケジュールでも体調を崩すことはなくなったと油断していたら、今年6月に訪れたエジプトでは肺炎にかかってしまい、帰国後は病院のお世話になりました。せっかく高いお金と時間を捻出してエジプトまで来ているのだから、体調を崩してワークショップは見学だけではもったいない。皆さんもくれぐれもご注意くださいね。いかがでしたか？日本ベリーダンス連盟では現在活躍されている方のコラムをもっと知りたいベリーダンスとして随時公開しております。ベリーダンスに興味のある方、これから始めてみたいという方、皆様でもっと盛り上げていけたら幸いです。他の記事もありますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また公式サイトでも公開しておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。